ちゃくちゃ綺麗な神社だ。立地が最高すぎん。あの鳥居目立つな、でっかい鳥居。これすごいな。わあ、でっかい鳥居。いいね。これは海なんか川なのか。いや、よかったよかった。初っ端からいい景色が見えました。さてさて、次も展望だけど結構距離あるんですよね。確か対馬、北の方に行きますね。北の方にある、展望台、また違う景色が見れるんじゃないでしょうか。まあでもやっぱりね、なんだかんだ走ってるだけでもね、新鮮で楽しいんですよね。すごい、フェリーの乗り方あれなんですよね。多分話してなかったけど、結構あれですね、分かりにくかったので、最初止める場所間違えたし、チケット販売のあの建物の目の前の広場に一旦バイクを止めてチケットを買うと。11時半出庫の場合はなんか9時半からチケット開始だったんで、それまでに申込書に記入して車検証と一緒に提出すると。でチケットを買って、フェリーの待機場所までバイクを運ぶという流れですね。ちゃんと前の便が出港した後にバイクを運ぶ、で待機しておくっていう流れですね。でフェリーのポートなんだっけ、そのチケット売り場のビルの近くには食べるところも一応あるけどあんまりないだけど近くに温泉、日帰り温泉があるので、そこ行ったらね食べることもできるし、温泉でゆっくり過ごすこともできるんで、11時半出発なんですけど、割とね早めに来ていいのかなと思いましたね。で意外と車もバイクも少なかったので、一応今回行ったのが3連休の初日だったんで、まあ3連休なんで少なかったのかもしれないですね。もっと長期休暇だともっと人が多くなるかもしれませんが、予想以上に少なかった。なんでかなと思ってね。それがね、バイクの場合ね、インターネットから予約できないので、そこだけがねちょっと心配なポイントだったんでね、早めに来ていたんですけど、絶対車検証を忘れないように。でその飲食店が入ってる大きなビルっていうか商業施設みたいなところ、いやなんかでかい水槽があってね、本当にすごいなっていう、円筒形の巨大水槽があったりしますので、魚がねいっぱい泳いでますんで、よかったら見てみてはいかがでしょうか。ということで、まだねバイク全部で3台ぐらいしかね乗らなかったですね。自分の一緒に乗った船には3台ぐらいで、途中ね壱岐を経由して、対馬伊豆原まで行くわけですけど、3台とも伊豆原で降りましたし、ちょっとねみんな3人とも喋って、コミュニケーションを取ってましたけど、で僕と同じぐらいに7時過ぎぐらいに来てたのが1人年配の方がいて、
いいものを持ってるからね、いて、羨ましいなと思ったのが BM っていうよりも帰りは特に決めてないって言ってたのがいいなと思いましたね。なんかそういうのいいっすよね。自分の場合ね、帰りがもう完全に決まってるので、3連休プラス2日有給で5連休なんですけど、そのうちに帰らないといけないということで、まあでも1日目大阪から、博多港まで、山陽道を通ってずっとね高速で来たわけですけれど、なんか大阪の渋滞ひどかったな、本当に自己渋滞があったのでね、大阪、兵庫、宝塚あたりがめちゃくちゃひどかった。そこで1時間ぐらいロスしてるんで、やっぱね早めに出るの大切ですね。で途中でしかも、ホンダドリーム北九州に寄ってから行きましたからね。クラッチの調子が悪かったので、調子というか違和感があったので、ちょっと見てもらって直してもらいましたね。ありがたいですね。グリスアップとかもねしてもらったりしたし、もう快調ですね。クラッチクラッチの戻りが悪くなったんですよね。握った後手離した後戻らないっていう。なのでちょっと見てもらったんですけど、うまいこと綺麗にしてもらいました。で今回なぜ対馬にしたのかというと、天気が良かったからですね。本当はね東北の方に行こうかなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ雨でもう11月頭にね行かないと、もうこれ以降は雪降って無理だろうなと思ってたんで行きたかったんですけどね、ずっと雨で晴れてるところを探した結果対馬になりましたと。九州はね、一度いろいろ走り回ったんで、去年あたりなので九州の中でもあんまり行ったことないところに行こうかなっていうことで、離島である対馬ということになりましたが、天気はねいいはずできれば山猫見たいですよね。せっかく来たんなら対馬山猫見ないとっていう感じで、すっかり頭から抜け落ちてたんですが、さっき調べまして、行ってみようかなと思います。なんか保護センターだっけ、対馬山猫センターみたいなところがあって、トキセンターみたいなところかな、佐渡でいうところの対馬の形がすごいよね。まず入り組んだ海によって浸食されたような、そういう形になってますが、あれなんていうの、リアス式っていうのかな、もしかしたら違うかも。で意外とガソリンスタンドあるんで、調べた感じ、土日やってるかわかんないですけど、そこまで心配しなくてよかったな。でコンビニもあるし、ダイレックスもあるし、どうしても韓国が近いので、そっちの船の便からお客さんがいっぱい来てるかもね。なんで意外とね、街中韓国語があったりしますね。まだ来て数時間しか経ってないけれど、そんな感じですね。こっちはクマいないよね。ずっと東北を予定してたからクマが心配でしょうがなかったんですが、九州っていないんですよね。だからこっち対馬にもいないよね。山猫がいるんだから、クマなんかいっちゃ山猫は全滅でしょ。おお、びっくりした。普通の猫やった山猫って多分見た目全然ちゃうよね。西表山猫が有名やけど、あれとは何が違うんだろうか。そうだ、話戻るけど、3人のバイクのうち1人は年配の方、1人は若い人、男の人で、同じく大阪からなんと来てましたね
もう何は難波だから大阪市内ですね。今日来ましたって言ってましたね。理由を聞いたらなんか急に思い立ってきたって言ってましたけど、なんかすごい当たりの柔らかそうなね方でしたけど、昨日1日目から今日にかけてあったのはこんぐらいですかね。なんかでも曇ってる気がするんだけど、気のせいかな。曇り晴れやったっけ。まあでもあれか、車両を持たない人は普通にジェットホイールっていうスピーディーなやつで来た方がいいっすよね。綺麗な道路、最近作ったのかな。めちゃくちゃ綺麗じゃない。で今から行ってんのが、今向かってるのがあれか、ダムか。いつもねダムはいろいろ見てもらってるんで行ってみたいなと思います。そろそろダムかな。おお、えらい細い道に。はい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 。すごい山道じゃないここ。めちゃくちゃ山道。マジで山猫出てきそうなんやけど、マジで九州に熊がいないのありがたい。山猫飛び出し注意ですよね。こんなとこ絶対飛び出してくるやんな。こんな狭い道路やったらぴょぴょって渡りそう。いやー、なかなかワイルドな道だね。さあ到着だ。あ、ここだね。ここだ、ここ。ゴルフ場入り口？何？よいしょ。タンカート。とりあえずはあっち渡ってみますか。ゴルフ場に行ってんのかな、みんな。ああ、でもちょっと見えないね。こっちはまだ見えるけど、こっちは見えないね。まあ、ぐるっと回ってみてもいいけどね。ぐるーっと回ってみますか。ダム周り。まあなんか水位低そうやな。そんなに水位が高くない。あ、ほんまにゴルフ場あるわ。あれゴルフ場やろ、あれ。左側。フェアウェイが広がってます。これそうやな。ああ、グリーンがあるわ。すげえ。ダムの近くにゴルフ場ってあるんや。皆さんここに来てるんですかね。ゴルフですか。いいですね。ここゴルフ場か。ここじゃない。ここがゴルフ場なので、こっから通行止めやって。あかんやん。おはようございます。どうされまし
いや、なんか、ダムの周り回れんのかなと思ったんですけど。すげえ、ここがゴルフ場になってるんだ。あら、ワンちゃん。あら、ワンちゃん。まあ、話ができてよかった。とりあえず、戻りまして、戻ってきましたね。そしたら、左に行きまして、戻ります。OK。にしても8時ちょうどぐらい、元気ですね。8時からみんなゴルフしに行くってすごいな。